裏マンボウの旅。今回は沖縄本島の米軍基地の一つである嘉手納基地の周辺の町を歩きます。戦闘機の爆音が響くこれらの町では、沖縄決戦の悲しい歴史を乗り越えた戦後の町並みが見られるわけですけれども、さてどのような姿を見せてくれるのでしょうか。普天間飛行場、宜野湾市の市域、ほんと真ん中に基地が鎮座してるんだな。こういう風に集落がいっぱいあったんだね。おはようございます。マンボです。今ですね、沖縄の本島、宜野湾市の嘉数高台公園というところにいます。高台の上にね、展望台がありましてね、この展望台からですね、普天間基地、それから嘉数の集落を見下ろすことができます。沖縄ですね、数々の島里をですね、紹介してきたんですけども、現地、沖縄の方から、美しい島はね、分かってますよと。沖縄のね、実情をね、ぜひレポートしてくださいと。嘉手納基地の周り、行ってみてください。という書き込みをしていただきました。ということでですね、嘉手納基地の周りの集落、住宅地ですけどね、ここを回ってみたいと思います。空港西側の町嘉手納、歩いています。いわゆる鉄筋コンクリートの2階建て店舗が並んどるわけですね。ところどころに赤瓦もありますけどね。もちろん戦前の建物っていうのはないでしょうね。この信号から先は完璧に夜の飲食店街だね。ここから先はね、見るからに夜の店ですよ。見るからにスナック街。いいじゃないですか。緑化されたビル。ここすごい。面白い。これスナックビルだ。いいね。面白い。繋がってんだ、向こうとこっちが。完全スナックビル。上にもありますね。でもね、ここ見て。ポルシェ2は9月30日で閉店するこ
ことになりました。ありがとうございました。だって。おお。これはいいぞ。雰囲気あるな。これはやってないのかな。あ、閉まってんね。これはもう使ってないわ。入り口にね、フェンスがやってある。営業してる店もあるけどね。ですね。あ、こういう感じ。並んでますね。スナックビル。これも上がスナック。ああ、繋がってんだね、これ。繋がってんすね。ああ、面白い。こうなってくると、沖縄市側の夜の街も取材し直さなきゃいけないなんて気持ちになっちゃうな。どうしようかな。この街を歩いているときに戦闘機がねバーって飛んでくる音を撮りたかったんだけど、あ、ヘリコプターだ。あ、ここにいる。行っちゃった。この街の中でね、どれくらい騒音が凄まじいのかっていうのを体験しに来てるわけですけれども、ちょうどお昼だということもあってね、あんまり飛んでませんね。ここがね、嘉手納ロータリー。かつて直径120メートルのね、日本一のロータリーがあったところ。あまりにもね、このロータリーでの渋滞が激しいので、再開発をして、ロータリーを廃止したそうです。上が那覇かな。上が那覇で、こっちにこう来るのか。ああ、ロータリープラザ。市役所かな。町か、町役場か。うわぁ。これはうるせえよ。やっぱうるせえな。これか。何が来たかと思って、雷が鳴ったかと思っちゃった。小座十字路。ここはですね、交差点を挟んで白人街と黒人街の遊び場があったところですね。さあ、白人街の後は吉原といって総武街になったんですけどね、一時お取り潰しになったんですが、どうでしょうか。前見に行った時はですね、もう店やってなかったんですけどね、今車でスロッと通ったらね、やってるような店もあるんだよ。さあ、どうでしょうか。ここから入っていくんだと思うんだよな。ここからが昔のイルリ。もうね、ブルーのいっぱい扉ついてる家あるでしょ。ね、みんなね、そうなんですよ。
こういう冷窓がついたりしてるけど、やってないよな、さすがに。ここもね、そうです。一番最初来た時は女の人がね立ってましたよね。こういう風にねやってんのかな。でも看板が出てる店はあるんだよね。デイゴリバー、でもなんかのれんが出てるもんな。やってんのかな。飲み屋か。このね、カフェってね、まさにそうですよ。やってねえな、さすがに。ね、扉いっぱいあるでしょ。忍ぶ。だから飲み屋さんとしてやってるのかな。あ、でもやってるね。これ店出てる、看板出てるもんね。そっか。やばいやばい。やってるとなると現役です。まあ、スナックとかね、そういう形に業態を変えているという可能性はありますがね。まあね、建物としてはね、普通なんですよ。普通の建物。こっちから行くか。民家をね、こういう店に変えているということだったと思います。営業はしてませんね。ですが、面影は残っていると。この辺みんな、この窓のところにね、女の人が立ってました。リラクゼーションスパラって。ごめんなさい。ちなみに言っときますとね、私は風俗街研究家であって、風俗街体験家ではありませんのでね、そこだけはお間違いなく。日本全国の遊郭風俗街、旧有利を歩いておりますけれどもね、すべて利用はしておりません。お間違いなく。小座十字路に戻ってきました。思い起こせばですね、前回の取材が2010年、13年前ですね。で、その時は、その時までね、ずっとね、有利をね、歩き回ってたんですよ。全国の。で、有利を歩くっていうことでね、動画はやってませんでしたけれども、ホームページだとかですね、ブログで配信してたんですけどね、有利ももうやめようということで、島旅に移行しました。ほぼ日本中の島を歩いて、あと十数島ですかね、残すのみとなって、またこの有利を終えた最後の町、コザにやってきたということで、なんか、感慨深いものがありますけどもね。13年前の動画は非常に荒いので、もう一度撮り直してみたいと思います。ということで、この対岸が照屋地区なんだけど、銀天街。なんかすごいな、この壁画。こんななってたっけな。小座十字路絵巻ですって。小江久城っていうのはこの近くにあったんだね。小座十字路近くの小高い丘にあったんだ。スナックビルが壁画で埋まっております。
の辺はマッカーサーがいるやん、これ。マッカーサー。いつもパイプを加えている。ここから商店街。ちょっとね、アーケードの方行きますね。これだね、ゲート。銀天街。小座十字路市場。そんで、こう来ると、90度ね、交差する道にもね、商店街があります。で、だから、アーケードじゃないんだな、これな。キャノピーを出し合ってアーケードっぽくなってる。物販店が並んでるね。お、ちょっと待って、これ。面白い面白い。建物と建物の間がね、抜けられるようになってるよ。ほら。こうなってて、こういう空間多いね。マキシもありますけど、公設市場の周りね。栄町社交街か。なんかもそうですよね。これは旧道なのかな。旧道なのかもしれませんね、このね、線形がね。で、ここがメインの商店街があります。確かに奥に行けば行くほど有利だったんじゃないかな。それで、ホテルのね、跡みたいなところがありましたよ。かつて、ホテルだった建物の遺構があった気がする。もうないかな。ホテル跡が見つかんねえな。どこだ。あ、これだ。ここだ、ここだ。あった。はい、昔の写真これです。ここにホテルがあったんです。なるほど。ね、行き止まり。サインの跡も残ってないね。ということで、銀天街の先に、夜の飲食店街があったと、ホテルもあったということですね。この花ブロック鮮やかだ。これなんかお店だったんだろうな。カフェって書いてあるよ。カフェって書いてある。お店の名残ですね。ブラマンボ嘉手納基地の周りの街を歩く、やってまいりましたけれども、結局ね、こういう盛り場巡りっていうのに行き着いてしまいました。申し訳ございません。どうしてもこういうところに来ちゃいます。体が向いてしまいます。ただ嘉手納の街のですね、スナック街、
面白かったですね。そしてこの小座十字路の周り、旧白人街だった吉原と旧黒人街だったこの照屋、面影残ってましたね。かろうじて残ってました。はい、それではまた次どこかのブラマンボウでお会いしましょう。さよなら。